不動産屋さんの怪談です。これは東京でお仕事をしている60代後半の女性の方から伺ったお話です。その方を仮に里美さんとお呼びします。里美さんは20代からずっと連れ添った夫がいたのですが、5年前にその夫は心臓発作で急死したそうです。里美さんと夫の間には子供はいなかったので、すでに両親は他界している一人っ子の里美さんは突然天涯孤独になってしまいました。最初はかなり辛かったそうですが、悲しみに暮れながらも少しずつ心の整理をつけていったということでした。里美さんは仕事をしていたので、何かやることがあるのは精神的な助けになっていました。そして夫が亡くなって半年ぐらい経った頃でした。里美さんもだいぶ落ち着き、いつもの生活に戻っていました。ところが里美さんが外出する先々で、亡くなったはずの夫の姿を目撃するようになったというのです。ある時はビルの正面玄関で、またある時は駅の改札口の前に夫が立っていたそうです。里美さんがあの人だと思うと、目の前でスーッと消えていきました。でも里美さんは驚かなかったそうです。真偽のほどは今でも分かりませんが、その時は里美さんはそれは夫の幽霊ではなく、夫に会いたい気持ちがあまりに強いため幻覚を見ているのだろうと思っていました。ですから自宅のマンションに戻ると、誰もいない部屋のままで、その都度我に返ったということでした。さて、そんなある日のことです。里美さんはいつものように仕事を終えてマンションに帰宅しました。食事を終えてリビングで一休みしていると、ふと何かが変わっているような気がしました。なんだろう、なんか部屋に違和感がある。そう思い、なんとなく見回していると、里美さんはハッとしました。部屋のサイドテーブルの上に飾ってあった夫の写真立ての向きが変わっていたのです。いつもは正面を向いているのですが、その日は斜めにちょうど里美さんのいる向きに動いていました。里美さんは、あれ、なんでこっち向いてるんだろう。掃除の時に思わず動かして気がつかなかったのかな、と思いました。少し妙でしたが、元の正面に直しておいたそうです。ところがその後も仕事から帰ってくると、家の中のものがほんの少し動いていたのです。写真だけでなく、台所洗剤や食器の位置など、ほんの些細な違いなのですが、里美さんには分かりました。ただ里美さんは怖いというより、不思議で今も夫がここにいるという感覚に陥ったそうです。それからしばらくしてからでした。里美さんはその日は仕事が早番だったのですが、目覚ましをセットするのを忘れて寝入っていました。すると誰かが自分の体をゆすってきたそうです。半分寝ぼけている里美さんは起こされていると分かり、分かってる、起きなきゃね、とぼんやり考えていました。そして即、今のは誰？と気がつき、布団から飛び起きました。もちろんそこには誰もいませんでしたが、里美さんは夫が起こしに来たような感じがしました。そんなある日、里美さんは彼女を心配して支えてくれている友人の A さんと電話で話をしていたそうです。里美さんは A さんに今まであった不思議なことをすべて話したところ、半信半疑の A さんでしたが、次の週末に里美さん宅に泊まりに来ることになりました。そして2人でいろいろとそのお泊まりの予定を電話で決めていると、突然台所で誰かがまな板で食材を切るカタ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 
という物音が聞こえてきました。里美さんがハッとしていると、すぐ A さんが電話の向こうから、里美さん、今家にあなた以外誰かいるの？と聞いてきました。私一人よ、と里美さんが驚いて答えると、A さんは、さっきから電話口で里美さんの話す声だけでなく、カタカタと物音がずっとしているんだけど、というのです。A さんはそれは台所で食材を包丁できる物音のようだと言いました。それを聞いて里美さんは全身鳥肌が立ちました。亡くなった夫は実は生前はシェフだったので、引退後も家でよく料理をしていたのです。まさかと思いながら里美さんは台所を覗くと、物音はピタッとやみ、当然誰もいませんでした。さて、その週末 A さんが訪ねてくると、早速里美さんは A さんを今夜休んでもらう畳の部屋に通しました。その畳の部屋には大きなタンスがあったのですが、そのタンスの観音開きの扉が長いこときちんと閉まらずにいたそうで、25センチぐらい開いたままでした。タンスの中にはずっと処分できずにいる夫の服が見えていて、それには A さんも気がついているようでした。里美さんは、この扉ね、壊れてるのよ、と言いながら何とか閉めようとしたのですが、やっぱり立て付けが悪く閉まりませんでした。諦めて里美さんはお茶を入れに台所に行ったそうです。そしてお茶を2つ持って畳の部屋に戻ると、タンスの扉が閉まっていました。里美さんは A さんが閉めてくれたのだと思い、その扉よく閉まったわね、ありがとうと言いました。すると A さんは、いや、私は何もしてないのよ、と神妙な顔で答えました。A さんの話では、里美さんが台所に立った後、A さんはタンスの前に座って携帯をいじっていたそうです。携帯に集中していたので、周りのことには注意がいかなかったのですが、ふと携帯から目を離してなんとなくタンスの方を見ると、いつの間にかタンスの扉がきちんと閉まっていたというのです。風もないのにどういうわけか音もなく自然に閉まっていたので、 A さんはなんでとぎょっとしたということでした。里美さんは A さんに今まであったものが少し動く不可思議なことを話してきましたが、それらもあながち里美さんの勘違いや気のせいではないのかもしれないと A さんは思いました。ただこういった些細な奇妙な出来事があっても、日々の生活には何の支障もなく、いつしか2人の間で話題に上がることもなくなっていきました。さて、それからまたさらに月日は流れ、里美さんの夫の署名日も過ぎた頃でした。ここからは主にその友人の A さんから直接お話を伺いました。友人の A さんはまた里美さんからおかしな話を聞くようになったそうです。里美さんが仕事から帰って食事を用意しようとすると、すでにそこに夕ご飯ができているというのです。それは生前によく夫が作ってくれた夕食のメニューで、時々いつの間にか料理ができていることがあるということでした。A さんはそんなバカなとさすがに信じられませんでした。また里美さんは、自分は亡き夫に憑依されているようで、自分が今まで食べられなかったもので、夫が好きだったものが食べれるようになったというのです。そして夫の霊が自分の体に入る瞬間がわかるとまで言いました。霊が入る寸前は気持ちがよく穏やかになるそうです。そして体に霊が入るときは、背中の首の関節のあたりがチクッとして硬い板のような何かが背筋に入ってきた感覚になるということでした。そして夫の霊が自分の体に入っている最中は、その間の記憶が全くなく、
霊が体から抜けていくと、夢から覚めたように我に返り、気がつくとそこには夕ご飯やお弁当ができているという説明でした。A さんはそこでやっとある程度は納得しました。食事がいつの間にかできているのではなく、里美さん本人が無意識に作っているのだと分かったのです。でもその間の記憶がないのは、肉体を夫の霊に乗っ取られているということのようなので、このままでこの状態を放置しておいてよいものなのだろうかと心配になったそうです。そしてその A さんの心配は別の形で現実のものとなりました。ある日、里美さんは目にフラッシュライトを当てられたような衝撃を感じ、すぐに病院を受診しました。そして詳しく検査した結果、里美さんは軽度の転換を患っていたことが判明したそうです。それはやはり夫を亡くしたストレスから来るものでした。夫の霊が体に入り込んで背中がチクッと感じたと思っていたのは転換発作で、自分が料理した記憶がないのも全て霊とは関係なく、記憶が飛ぶ転換の症状の一つだったのです。すぐに投薬で治療が始まり、それ以降は里美さんに紛らわしいおかしな現象はなくなったということでした。でも A さんは確かに最近の里美さんの言うほとんどの奇妙な現象は病気の一部の症状によるものだと思いましたが、電話口で誰かが料理をしている物音がしたり、タンスの扉がいつの間にか閉まっていたことは A さん自身が見たり聞いたりしている事実でした。これらは里美さんが転換を患う以前の現象で、合理的説明ができない不可解な現象が起きていたことも確かです。ですから里美さんの夫が亡くなってすぐは、本当に夫の霊が里美さんの様子を見に来ていたのかもしれないと友人の A さんは思っているそうです。心霊現象の多くは勘違いの可能性があるのも否定はできませんが、その中に上手に真実の霊による現象が隠れているようです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。